目まぐるしく変わる世界。まばゆき未来を開くのは誰か。ソロモン流へようこそ。今回はまずこんなシーンからご覧ください。Hey Cisco, catch. Alright, good. はい、ちょうだいちょうだい。フリスビードッグや犬ぞりなど愛犬と一緒に楽しめるスポーツとして今ドッグスポーツが注目されています。今宵はその第一人者平井俊さんが登場。日本ではまだあまり知られていないドッグスポーツの魅力をたっぷりご紹介するとともに、犬と人との固い絆にも迫ります。それではソロモン流スタートです。今や日本全国におよそ1300万頭、忙しい現代人の心に癒しを与える存在、ワンちゃん。それに伴いドッグスポーツの人気なのがこちら。フリスビーをキャッチする距離やさまざまな技を競い合うフリスビードッグ。日本の競技人口は3万人を超えると言われています。そんな人気ドッグスポーツを日本に広めたのが今宵の賢人、平井俊さん54歳。もともと犬自体が遊びが大好き。彼らの遊びたいという気持ちと僕たちが犬と何かしたいという気持ちが合致して多分こういうスポーツになってきたんで、基本的にはその原点は遊びですね。平井さんはフリスビードッグの世界大会で優勝経験もある実力者。犬と一緒に楽しむというプレースタイルは高く評価され、その名は日本よりも世界に知れ渡っています。平井さんのご自宅があるのは群馬県昭和村。庭中に犬の姿を見ることができるお家はそうありません。ここが平井さんのドグタウン工房です。どうもこんにちは。どうぞお入りください。妻のマキです。一応ドグタウン工房って名前がついてるんで、みんなすごく広いところをイメージするんだけど、実際はこういう普通の民家にね、犬を飼って、犬ライフを送ってるっていうか。家の中で一緒に暮らしているのは3頭のボーダーコリー。そばかすのような模様のあるシスコくんは平井さんのフリスビードッグのパートナー。ちなみにこのシスコくんのお母さんバーニーが平井さんの前のパートナーでした。こちら4歳のシャックは平井さんの息子の愛犬です。部屋の中に飾られたトロフィーが物語る平井さんの栄光。しかもそれはフリスビードッグだけではないのです。家の外には寒さに強いレーシングハウンドなどさらに18頭の犬が。この18頭は平井さんの犬ぞりのパートナーです。実は平井さん犬ぞり歴25年。フリスビードッグよりも前に犬ぞりレースで日本の頂点を極めた、まさにドッグスポーツのパイオニア。ドッグスポーツは犬の個性を知ることから始まるといいます。こうした動き回ってるような子たちは2歳って若い、まだ子犬に近い子たちですね。あと実際寝転んでるのはもう5歳6歳大人の犬たちです。これの子たちをチェーンでつなぐんだけど、人によってはチェーンでつなぐのかわいそうだっていう人もいるんだけど、群れで飼ってしまうと必ず順位が生まれちゃうんです。で一頭一頭個別のスペースを確保してあげることで、彼らはこの自分のチェーンの範囲の中で王国の王様なんです。果たしてドッグスポーツの第一人者の愛犬たちとの暮らしとは。一日の始まりは朝6時半。早いですね。まずは外で暮らす18頭の世話から。犬たちはもう大喜び。
それでもおっしゃ話してて、でしてるじゃん。手伝うのは次男俊介くん21歳。高校卒業後進学せず、父のようなドッグスポーツプレーヤーになりたいとただいま修行中の身。三男の康介くんはこの春高校を卒業、大学受験を終えたばかりです。朝の世話はまず犬のチェーンを外し、フリードロップという自由時間。犬たちは敷地内を自由に走り回り、遊んだりトイレをしたりします。そしてこの時間に行われる平井流トレーニング。名前を呼ばれた犬はすぐに賢人のもとへ行かなければならないのです。これが賢人の犬と信頼関係を築くトレーニング。1頭だけ呼ばれることで犬は常に平井さんを意識するようになるのだそうです。人間と同じで本当に十人十色、頑張り屋もいるし、すごく能力が高いけどちょっと怠け者なやつもいるし、もういろんな犬がいます。トレーニングが終わると水分補給。アスリートである犬たちには置き水などをせず、人間が栄養管理を行います。朝はドッグフードをお湯で溶かしたスープのみ。食事は夕方1回だけだそうです。また犬の健康管理もチェック。体調はもちろん爪の伸びすぎにも注意します。犬たちの世話を終えてようやく朝ごはん。でもゆっくりとはしていられません。朝食後も仕事は山積み。午前中に行うのはフリスビードッグのトレーニング。車で走ること5分。近くに借りている練習用フィールドに到着。練習は必ず犬の準備体操から行います。軽くストレッチして怪我が起きないようにしてあげてる。鼻の周囲に模様のあるシスコくんは賢人のパートナー。こちらは俊介くんのパートナーシャック。コンビを組んで3年になります。現在プレイヤーとしては一線を離れている賢人。トレーニング時間のほとんどは俊介くんの指導に当てています。ロック。俊介くんが本格的にこの世界に入ったのは4年前。幼い頃から犬と暮らしてきただけに、その才能はあっという間に開花。しかし世界の頂点を極めた賢人からすると不満ばかり。足の裏がこうじゃなくてこう開かない。立てないのに。これ自分で開いてやってると犬が足がちょうど開くからぴったりはまんねん、収まんねん。こうだと犬は常にこういうバランスになっちゃう。実は昨年世界大会で3位になっている俊介くん。それでも父からすればまだまだのようです。単にフリスビーをキャッチするだけでなく、さまざまな技を競い合う競技フリスビードッグ。一線を離れたとはいえ、賢人は今も新たな技を開発し続けています。例えば最近開発したのがこちら、スクートトランジット。犬が後ろ向きに走り股の下をくぐる難易度の高い技です。早速俊介くんもチャレンジ。しかし思うようにはいきません。一つの技を覚えさせることはシャックほどレベルの高い犬でも簡単ではないのです。こう回るの？旗から見てデタラメに動いてるように見えても、自分としてはこう S の字で書いてそこに行くというのがいいですね。わかる？繰り返し何度も練習する。技の習得に近道はありません。そしてそのためには犬とコミュニケーションを取り続けることが何よりも大切なのです。
父親がフリスビードッグをやっていて、それ見た時に、単純ですけどかっこいいなって思ったんですね。練習して追いつきたいですし、いつかは追いついて追い越したいですね。賞金が出る大会もありますが、決してお金になるとは言えないドッグスポーツ。平井さんの本業はこちら。アメリカからドッグフードを輸入、それを日本全国に販売し生計を立てています。夕方になると合計21頭もいる犬の食事作り。これは奥さんのマキさんが担当。ドッグフードと羊のミンチを合わせたものにお湯を入れ、最後に粉末のカルシウムを加えて完成。犬たちの食費は1日およそ5000円。正直人間よりも高いそうです。実は結婚するまで犬と暮らしたことがなかった。犬のしつけに悩んでいると飼い主さんから相談されることが多い賢人。この日もそんな飼い主さんたちのための講習会へやってきたのは、北関東最大級のドッグラン。こんにちは。よろしくお願いします。お名前は？今回依頼してきたのはこちらの3名。皆さん愛犬のしつけに四苦八苦。お名前は？春吉なんですけれども。春吉さん。はい。他の犬に出会うと威嚇してしまうというジャック・ラッセルテリアのオーティス君3歳。落ち着きがなく全く言うことを聞かないボーダーコリーのセナちゃん4ヶ月。こちらも言うことを聞かないゴールデンレトリバーのコービー君、まだ6ヶ月の子犬です。早速講習会スタート。賢人がまず指示したのはいつも通りに散歩してもらうということ。ゴールデンレトリバーのコービー君は飼い主にお構いなく自分勝手に暴走。ジャック・ラッセルテリアのオーティス君は散歩になった途端他の犬を威嚇。でも賢人その様子を見た途端すぐに治ると言い切りました。それじゃあね、まず今リード紐をね、つけて歩いてるわけじゃないですか。その時に犬たちがどういう態度が一番正しいかというところをちょっと教えてあげましょう、この子たち。これが犬をしつける基本のポジション。自分の左足でリードを踏み、犬に伏せをさせるのです。まずこのポジションを犬にしっかりと覚えさせます。はい、ちょっと最初は嫌がるけどいいですか。まず踏んであげて、紐を短く踏んであげる。ここで抵抗しているところがつまりね、この子たちの持っている我なんです。我。なぜ普段ゆるゆるであちこち歩き回らせてくれてるのに、なぜ今僕はここに止められてるのかなって考えてます。まず考えさせるんですよ。なぜなのかって。まずそこから今だんだん落ち着いてきましたよね。はい、そしてこの状態で次のステップへ。こういうふうにすることで、シスコ、グー、シスコ。名前を呼んで目と目を合わせます。ゴービー。いくら呼んでも目を合わせない。これは犬との関係がしっかり作られていないからです。向かないですね。ゴービー。イニシアチブは私にあるということを明確にするわけ。そのイニシアチブっていうのはどこに行くとか、どこに行きたいとかっていう決めるのは犬じゃなくて私なんだということを伝えてあげる。だからもう一瞬歩いて戻ってきてここに繋いでもう一回同じ状態に戻る。だけどその間犬を見ないで、一度見ちゃダメよ。はい行ってください。一度見ない。犬を絶対どこ歩いてもいいですから、何しても引っ張っても何してもいいから、こうやって犬を見ずに歩く。そうすると犬が人を意識するようになると説く賢人。しばらくすると先ほどは暴走していたコービー君もご覧の通り。そして再び名前を呼んでみると、おお、見たほらほら。その時褒めてあげる。いやいや、ほら彼気ぃつけて。こういう関係性がまず全ての基本。犬と暮らす上での吠えるだとか噛みつくかもしれないとか引っ張るとか、実は私と犬との関係性によって悩みはすぐ解決します。また困ったことあったら
電話ください。はい、わかりました。ありがとう。ちなみに今回の講習会はボランティア。賢人曰くこの程度でお金は取れないとのこと。さっきこれが私の犬なのかなって連れてきた犬なのかなって思うくらいできてたんでびっくりしたんですけど、もうだって落ち着いてこんなこと立って話してらんないです。もう勝手にあっち行きこっち行きっていうことが多かったんで、ちょっと明日からの散歩が楽しみになりました。僕はほらドッグスポーツをやっててなんか究極の世界をやってるとかって思われちゃうけれども、でも実際は単に犬が好きで、そういうところから始まった。子供生まれた時から犬がそばにいて彼らと暮らしながらこう徐々に身につけたこと、そういったものが皆さんに伝わればきっと皆さんの問題も解決すると思うので。犬と遊ぶのが好きでたまらない。文字通り犬生活を実践する平井さん。その歩んできた道のりとは県へ。雪のないシーズンにも犬と楽しみたいと始めたのがフリスビードッグ。独学で技を磨き日本を代表する存在に。そして2008年ついに世界の頂点へと上り詰めたのです。競技者として一線を退いた今でも冬は犬ぞり、夏はフリスビー、犬と遊ぶ生活に変わりはありません。ドッグスポーツ界に名高き世界の平井。その名を受け継ごうと懸命に頑張っているのが21歳の俊介くんです。自分の中で本当に自分で5年後に見ても恥ずかしないプレーかどうかってこと、5年後に見ても光り輝くプレーじゃないとやっぱり結局自分が恥ずかしい思いするわけだ。自分が本当に価値に値するプレーになってるかどうかってもう一回決めなきゃダメでしょ。違う？春の国内大会が近づくにつれついつい小言のようなアドバイスが口をつく賢人。それは俊介くんの仕上がりが気になって仕方がないからこそ。しかし俊介くん、父に言われるまでもなくすでに新たな技の開発に取り組んでいました。部屋で過去の VTR を徹底的に研究。パートナーのシャックだけがその試行錯誤の日々を見守ってきました。今年はちゃんと背中を使ったボルトをやってみたいなと思ってるんですよ。背中を使ったバックボルトは犬が背中を土台にジャンプしフリスビーをキャッチする大技。この難易度の高い技に新たなアレンジを加えればさらに大会で高得点をマークできると俊介くんは言うのです。果たしてそのアイデアとは。1週間後その技を見せてもらいました。これが俊介くんの考えたアップサイドダウンバックボルトという新たな技。こうディスクを上げるよりもこうディスクを上げた時の方が犬がいいジャンプをするんですね。というのもこう上げたディスクを犬はこうキャッチするんですけれども、ひっくり返ったディスクは犬は上からキャッチしようとするんですよ。その時の方がお尻が上がるんですね。そうすると飛んだ時の形も綺麗ですし着地する時にも綺麗になるのかなって思ってます。今までのものと比べると確かに犬の空中での姿勢が全く違います。父の後を継ぎ、そしていつか乗り越えたい。俊介くんはシャックと共に大いなる夢に向かって突き進みます。しかしそんな俊介くんに賢人が大激怒。一体何が起こったのでしょうか。そんなやつはクソだっていう話になる。
今宵の賢人は日本のドッグスポーツ界のパイオニア平井俊。この日はフリスビードッグセミナーの講師として滋賀県にやってきました。息子の俊介くんもアシスタントとして同行。参加者を前に平井さんはまずフリスビードッグの最も大切なことを説きました。正しいのはスルーって犬がどこって今考えてるわけ。わかる？どこで僕はそこでここスルーここコマンドを出して犬がそれに対して質問をしてきて、それに対して僕が答えをサインで示して、それで犬がアクションを起こす。双方向。わかる？そう始めてそこでコミュニケーションが発生してる。これが全ての犬と人の関係の基本形なのよ。犬に命令して技をさせるのではなく、コミュニケーションを取りながら楽しむ。それが平井さんの競技に対する大前提。そしてそのコミュニケーションの取れたプレーの象徴として俊介くんの演技を披露。昨年世界3位に輝いた俊介くんとシャックは今年も息がぴったり。次々とスーパープレーが飛び出します。その調子の良さで勢いに乗ったからか、俊介くん予定にはなかったあの新技にも挑戦。ところが大失敗。しかも空中で体勢を崩したシャックが腰から落下。打ちどころが悪ければあわや骨折という危険なミスでした。幸いシャックに大事はなく、演技は予定通り終了。しかし賢人は俊介くんのプレーに怒り心頭。参加者がいるにもかかわらず叱りつけます。例えばアップサイドダウンっていうのは犬が上からディスクを取りに行こうと。それをあの場面で入れるのはお前のおごりですよ。あれでもしあいつの腰の骨でも折れてればお前はそれ一生後悔しなきゃ大問題です。決して皆さん真似しないでください。厳しい言葉を続けた賢人。実は彼にも同じ経験があるのです。難易度の高い技に挑みパートナーを怪我させたことが。だから賢人はずっと伝え続けてきました。犬の安全が最優先であると。それを自分の息子がおろそかにした。そのことは到底許せるものではなかったのです。帰ろうとする俊介くんを一瞬追おうとしなかったシャック。その心中は果たして。一方賢人はまだ怒りが収まらないのか、帰り支度もせず控え室代わりの食堂にいました。やつは若いからいいところ見せたいわけです。で新しいことやってるってことを僕に見せたいわけです。だけどもそれを今見せる場面ではない。もっと彼がちゃんとシャックといっぱい技をメイクしていつでも決まるって、安全に決まるってことが分かった時に初めて見せるべきなのに、もしもああいった形で怪我をさせたりとかしてしまった時にこのスポーツの価値ってうんと下がっちゃう。そこを気をつけることが彼の仕事だと思う。一番大事な仕事の一つだと思う。群馬に戻った俊介くんはフリスビーの練習を休み、シャックとただ遊びました。それはドッグスポーツの原点にもう一度立ち返るため。本来は佃って遊びなんですけど、好きになるとどんどんシャックに求めちゃうんですね。自分のわがままでシャックにああいった無理を押し付けるんじゃなくて、シャックと僕とで一緒に楽しんであの技を作り上げたいと思っています。東京世田谷区。街でよく見かけるのはこんな看板。都会では外で愛犬と遊びたくても自由に遊べないのが現状です。そんな中2008年に誕生したのがアンディカフェ。こちらには25平米の屋内ドッグランがあり、リードを外して愛犬と自由に遊ぶことが可能。もちろん可愛いワンちゃんと一緒に食事が楽しめるドッグカフェもあります。
ワンちゃんの栄養バランスを考えたドッグメニューも充実。そんな愛犬家が集うカフェに船越さんがフリスビードッグを体験しにやってきました。どうもこんにちは。はじめまして。はじめまして。どうも。いや、ございます。どうもよろしくお願いいたします。そしてこちらがシスコです。シスコ。シスコ。シスコ、おお、シスコ、あ、紹介しようか。早速基本から教わります。持っていただいて。まずシートから。シート。シート。Good. Circle. Good. And circle. Good. Good. Very good. And around. Shit. Sheet. Sheet. おお。すごい。続いてはスクートという犬が後ろ向きに股の間を通る技。今度逆向きに入ってきます。これは難しそうですね。やってみましょう。はい。Sit. Okay, good. Scoot. Try again. まずスクートというちょっとどっか違いますね。違いますね。はい。スクートという時に彼はまだ動かないんです。はい、僕が方向を示した時に初めて彼は動き始める。Yes。必ず言った僕がまずコマンドというのは指示を出しますよね。はい、指示を出しに彼はどっち側って聞いてきてるんですね。なるほどなるほど。この犬のクエスチョンをしっかり受け止めるということが大事だってことですね。Sit. Okay, good. Scoot. 果たして今回は。ああ、来ましたね。見事成功。これにすごい。Around. 最後にフリスビーを使って。サークル。イエーイ。キャッチ。ナイス。アップ。Yes. アップ。ほら、Yes. できた。いや、ナイス。ちょっと感動したこれ。訓練しているっていう言い方じゃなくて、これは遊んでるっていう言い方でいいのかもしれませんね。これこそコミュニケーションの究極のコミュニケーションかもしれませんよね。ちょっと僕は信じてるんですけど、はい、フリスビードッグ今シーズンの開幕戦まであと2日。大事な大会に向け賢人と俊介くんはそれぞれ愛犬のマッサージ。特に出場する俊介くんは念入りです。さらに大会前の験担ぎシャックの体をきれいに洗い流します。最後に毛並みを揃えて男前に。そして開幕戦に向けて出発。でもまだ2日もあるのに一体どこまで？今回はね、九州の宮崎県ですね。なんと第一戦の舞台は宮崎県。行ってきます。群馬から1日半をかけて移動します。およそ1400キロの大遠征は定期的にサービスエリアでトイレ休憩。もちろん犬たちも。この走ると休憩をひたすら繰り返し続けます。また時には犬の運動も。大好きな引っ張り合いっこでストレス解消。そして群馬を出発してから30時間、ついに宮崎に到着。まだ会ったことない人も結構大勢いるんで楽しみですよ。いよいよシーズンの幕開け。スーパープレー続出の開幕戦で俊介とシャックにまさかの事態が。
宮崎県で行われた国内シリーズ第1戦。フリスビードッグの競技は2つの種目に分かれています。その一つはフリースタイル。2分間の演技時間でキャッチの正確さや技、また人と犬のチームワークを採点方式で競います。そしてもう一つがディスタンス。これは距離を競うもので、90秒の間に成功した上位5頭分が得点となります。これらのポイントの合計点で順位を決定。世界の平井こと賢人はジャッジを務めます。この開幕戦には15組がエントリー。さすが大会に挑むだけあって、どのコンビも息の合った演技を見せます。中でも素晴らしかったのはこちら、63歳の宇佐美さん小西ペア。可愛らしい立ち技を見せた小西はキャッチも抜群。完璧なフリー演技を披露しました。そしていよいよ俊介くんたちの出番。どうですか？はい、もうそろそろ。もうそうですね。いややってみるまでは分かんないんで、体を出してみます。昨年は日本代表として世界へ行った俊介くん。2年連続代表に向け、この開幕戦で弾みをつけたいところです。出だしは快調。得意の足技で会場を沸かせた俊介シャック。これで勢いに乗ったか、次々とキャッチも成功。さらにあの新技も成功させました。ところが後半、どうしたことかキャッチミス。前半の好調さが嘘のような崩れ方。一体どうしたというのでしょう。悪かった。俺が焦って途中でわけわかんなくなって見られました。雑な感じがする。なんでそんなに雑にするのかなっていうのは、気負ってこうテンポが速くなりすぎてシャッカーをちょっとこう呆れてたというか、若さでしょ。距離を競うディスタンスで挽回を狙った俊介くん。ところが周りも呆れるほどの大乱調。なかなかポイントを増やせません。果たして最終結果は。平井俊介さん第3位123.26ポイント。第3位、それは事実上の惨敗です。肝心要のことは全くできてねえなって感じだから、結局その焦りが最後までずっとついてきた。どんどん自分の中でプレッシャーが生まれていたんでね、それがやっぱり大きな敗因じゃないかなという気がしました。優勝は宇佐美小西ペア。抜群の安定感で開幕戦を制しました。大会後、一人落ち込む俊介くん。惨敗の理由は誰よりも本人が分かっています。やっぱりどうしても新しいトリックとかを決めたくて、そこに練習の重点がいってて全体的なことがおろそかになってましたね。第2戦は1週間後。立て直すことができるでしょうか。高知県で行われた第2戦。この大会も俊介とシャックは思うようなプレーができず、ポイントが伸びません。オーバー。完全に本来のプレーを見失った俊介くん。出口の見えないトンネルに迷い込んでしまったようです。自分のフリースタイルというものがこうまとまりきってない。気持ちの持っていきようが違う。間違ってるんです。それが一番の問題ですね。高知からの帰路、賢人は東京に立ち寄りました。向かった先は都内の運動公園。実は俊介くんに会わせたい人がいたのです。
その方はこちら。日本にスケートボードを広めたパイオニア勝秋山さん、実は県人の旧友です。そう、うちの息子2番目。はじめまして。はじめまして、ありがとうございます。実はもう何回も会ってるよ。ちっちゃい頃に。俊介です。勝さんは早速俊介くんに演技を披露。この自由奔放で楽しそうなプレーこそ県人が俊介くんに見せたかったもの。自分が楽しむことで見ている方も楽しくなる、それが見せるスポーツの基本であることを俊介くんに分かってほしかったのです。俺が最初に見たふりしたらこれを。スケートボードもそうだけど、自分と人とを比較しないこと、技量の差なんてあって当たり前だし、そんなこと気にしない方がいいと僕は思いますね。来てよかったね。自信を持って俊介くんにようやく笑顔が戻ってきました。この後復活への第一歩、俊介くんとシャックのスーパープレーが帰ってきました。国内シリーズ第3戦埼玉大会。出番前の俊介くん、その表情はこれまでと全く違います。余計なことは考えずにやりたいです。平井シャックフィールドが自信に満ちた足取りでいざ決戦の舞台へ。今年最高のパフォーマンスを見せるシャック。これまでの演技とはまさに雲泥の差です。さらにあの新技も完璧にメイク。この日のフリースタイルで最高点を叩き出しました。そして演技終了後、どうですか、俊君。はい、なんか嬉しかったです。よかったよかった。楽しかったです。はい。シャックが楽しかったかどうかわかんないですけど、シャックも楽しんでくれたから、やっぱりそうですね。楽しい方がいいですね。思う存分2分の演技時間を楽しんだ俊介くん。もちろんシャックだって同じ気持ちのはずです。
そして最終結果発表。第3位、フリーの次のディスタンスでミスしたため総合優勝は逃した俊介くん。でもその表情はまるで優勝者のように晴れやか。審査員として好評を語る賢人の目もいつになくほころんでいました。いい始まりだと思いますね。ここで勝ってしまって、っていうよりも目標を毎回1個ずつ残してるから、それをクリアしていくことでもっと高いポイントも出てくるでしょうし、高いところまでいけるんじゃないですかね。いつかきっと息子に追い越される、そんな日が来るのを賢人は心待ちにしています。この後は犬との暮らしをもっと楽しみたい方へ賢人が明かす極意。埼玉大会の4日後、トレーニング場にはいつもの光景が。賢人からすると俊介くんはやっぱりまだまだ。トス見れ、トス見れ、お前トス見るんだ。そうだ、トスを見れ。でも賢人は確信しています。俊介くんが分かってくれたことを。犬と暮らす、それは犬と楽しむということ。僕はね、たまたまドッグスポーツという形でこう犬と関わってこれたし、これからもそうだと思うんだけど、もともとは本当に単にね、犬が好きで彼らとこう一緒に楽しみたかった、遊びたかった、暮らしたかった、それだけなんですよ。犬がいるというのは本当に空気がそこにあるのと同じぐらい当たり前の生活ですよね。愛犬と一緒にスポーツを楽しむ、それは人間にとってはもちろん犬にとってもこの上ない喜びなんですね。犬と充実した時間が過ごせて、さらに仲良く絆も深まる、そんなドッグスポーツがもっともっと日本に浸透していくことを僕も心より願っています。それではまた次回ソロモン流でお会いしましょう。ソロモン流は熱き魂と深き知恵の味方、キリンビール、キリンビバレッジ、そしてご覧のスポンサーの提供でお送りしました。今後のソロモン流はハワイアンキルトの第一人者キャシー中島が登場。
愛娘をがんで亡くして8ヶ月、胸の内を語ります。はい、やめた。もう泣かないって決めましたから大丈夫。そして混浴を世に広める温泉の達人が登場します。ゴールデンウィークにおすすめの温泉を一挙大公開。